こんにちは、スタルケルです。皆さん、こちらの商品知っておりますでしょうか？自分前にね、動画にしたことあるんですけれども、ポケモンが変形してモンスターボールの中に入るっていう、中国の変形玩具ですね、ポケモンのがあるんですけれども、そのね、動画ね、前投稿してるので、ぜひ見てみてください。それがもうやっぱめちゃくちゃ人気で、もう、ということで、今回また違うシリーズ、なんかちょっと違う雰囲気のやつを探してきたので、それをちょっと、見ていきたいなと思います。前のやつはこんな感じで、こうポケモンを物理的にこう丸にしちゃって、それをもう無理やり、もうモンスターボールの中に入れるっていう、やつだったんですけど、今回なんかちょっとね、違うっぽいんですよね。まだ、ちょっとわかんないですけど。なんか見た目的にももうすでに違いますよね。はい。ちょっとこれ見ていきましょう。ほら。なんかちょっと違いますよね、きっと。はい。で、まあ、ラインナップが、はい。ラインナップもちょっと違います。まあ、被ってるのもいますけど、ピカチュウと EV。これが、まあ、一応前いましたね。はい。それ以外は全部ね、被ってないですね。はい。ニャース、不思議だね、人影、ゼニガメっていう感じの、はい。この6体になっております。なんか、可愛い系の、ね、方たちですよね。はい。ちょっと箱見ていきましょうか。ピカチュウの箱。はい。ラインナップがこの6個ですね。で、反対側。はい。あー、かわいい。で、裏。こんな感じになってますね。これ、どうなんだろう。これ自動変形とかだったら熱いですけど、さすがに自動変形ではないだろうな。はい。こんな感じになってまして、しっかりと、はい、ポケモン承認ステッカーが貼られておりますと。まあ、いうことでね、はい、早速開けていきましょう。はい、ということで、中身取り出してみました。こんな感じになっております。まあ、全部モンスターボールなんですけど。まあ、一応この後ろのここのギアの部分で、まあ、ポケモンの判別はまあつきますよね。はい、こんな感じで。色全部違ってるんで。はい。まあ、っていう感じです。じゃあちょっと早速、はい、どんなギミックなのかっていうのを見ていきましょう。じゃあこのモンスターボールをね、これも手動です。なんかどっかポチッと押すとかじゃなくて手動で、はい、パカってやると、いきます。はい、ピカチュウが出来上がるという。これめちゃくちゃすごくないですか？今理解できましたか？これ戻すときも、すごい。いきますよ。はい。何今の？すごい。もう一切手を触れずに、ピカチュウに手を触れずに、この中に畳まれていくっていう。モンスターボールしかね、これ今触ってないですからね。もう一回ちょっと開けてみましょう。ちょっと覗いてみます？この中。はい。こんな感じになってます。この顔面真っ二つピカチュウがこう笑ってるんですけど、であと耳もね、こう倒されてて、でそれをこう開けることによって、はい、まず、はい、耳が立ちます。はい。で、尻尾も若干こう折りたたまれてるんですよね。はい。で、この顔面割れてるピカチュウの頭がパカッとね、閉じて、最後、上に出てくるっていう。待て待て。すげえな、これ。すごいですよ。この連動ギミック。開けるのと連動してピカチュウが出来上がるっていう。はい。普通にこのサイズのピカチュウをこのモンスターボールに入れようとしたら、ほら、耳飛び出ますからね。うん。なので、これをうまいこと顔と耳、ね、あとまあ尻尾もですけど、折りたたんであげて、で、こうしまうっていう。しかもそれが連動していて、一切、こう、耳とかを手で手動でこうピッて立たせるとかっていうことなく、すべてこうバネね、こことかバネ入ってるんですけど、こことかもスプリング、このスプリングギミックによってこの変形を完成させてるっていうところ、めちゃくちゃすごいね、これ。ちょっとこれはすごすぎるわ。でちょっとこっちのピカチュウともちょっと比べてみましょう。まずこのピカチュウの見た目がまずもうね、素晴らしいよね。ちょっとこっち太めなんですけれども、これじゃあ変形させていきましょう。これ全部手動ですからね。はい。まず顔面を割る。はい。あれ違ったっけ？これ確か顔面割った。あ、こうか。はい。こうやって顔面割る。で、この顔の中に、
耳しまい込む。で、はい、耳なしピカチュウ。それを体内にしまい込む。で、手でその頭を抱える。はい、こうですね。抱えてあげて、はい。で、そしたら、足を、足もだ。足中にしまうんだ。こうやってね。はい。足中にしまい込んであげて、で、この手で頭を持って、で、はい、尻尾を横に沿わせてあげて、で、もうこの無理やりで変形ピカチュウをこのモンスターボールの中に入れてあげるっていう、はい、こういう変形だったわけですよ。結構手動でガチャガチャやる部分が多いっていうのと、まあ、あとこのねなんかよくわかんない状態になってるっていう、はい。まあ、これもこれでね、まあ、個人的にはすごい面白いと思うんですけど、あとピカチュウ以外のやつのすごい変形するやつとかもあるんで、ギャラドスとかね、まああるんで、まあ一概にね、まあこれが悪いっていうわけではないんですけれども、結構コメントで来てたんですよ。なんかこの変形が自動だったらいいのにみたいなコメント結構あって、これ自動ですよ。自動でこのポケモンがこうやってさ出てくるってすごくないですか？はい。まあっていうね感じです。じゃあこれがまずピカチュウね。ここ開けるとこだけ、開けるとこだけちょっと分かりづらい。はい。で、ピカチュウ。じゃあ次行きましょう。次ははいこちら。これが人影ですね。人影はどうなるのか。いきます。はい、人影。で戻すときはこうですね。はい。人影もこの中で頭割れてますね。はい、頭割れてて、で、尻尾も若干ね折れてて、こうなって出てくるっていうね感じになってます。素晴らしい。あとここのエフェクトがねそれぞれ違うっていうのもいいですよね。炎タイプなんでね。はい、しっかりとこうやってはいなってるっていう。いいですね。はい。ちょっとリザードンと比べるとねこんな感じになっております。いやこうやって人影とリザードン並べられるのいいですね。はい。じゃあ次はこれいきましょう。はい。これはゼニガメですね。はい。じゃあ開けます。はい。パカッと。はい、ゼニガメです。かわいい。で閉じるときははい。だいたい顔割れてますね最初。はい。ゼニガメ顔割れ状態からそのまま上に上がってくる。このエフェクトの位置がね違うっていう、あれですかね。この変形の都合上この腕が前に来てるからとかかな。っていうね。はい。しっかりとこう水っぽいエフェクトがねあるっていう素晴らしい。じゃあ次これいきましょう。不思議種ですね。不思議種はどうなっているのか。はい。おーすごい。不思議種はこの背中に背負ってるこの部分、が球根みたいなこの部分が割れてるっていうね。で不思議種本体は無事でした。はい。いやこれもすごいよね。はい。こうやってでこの見てください。ギリギリのとこまでほら口見てこの口のこのほらこの隙間を利用してこのギリギリのとこでこう収まってるっていう、これすごいよね。はい。でこうやって開いてあげて、まだここ割れてます。で開き切るとバチャッとね。はい。これすごいこのギミック。はい。いや素晴らしいね。はい。じゃあ次はこちらですね。EV やっていきましょう。EV はすごい耳が出てきて頭がパカッとなるっていうね。はい。素晴らしいです。もう一回やっていきましょう。でしまう時は耳が勝手にね折りたたまれるようになってると。はい。いきます。はい。パカ。いやすごい。この EV もこのね顔が割れてるっていう感じですね。いやこことかねもうギリギリのところにこう詰め込んでるっていう。はい。
まあ EV ノーマルタイプなんで、なんかこのキラキラがなんかまあノーマルを意識してるんですかね。かわいい。はい、こんな感じになってます。でラスト、はい、ニャースいきましょう。ニャースははい、顔割れてますね。はい、あれ、はい、こうですね。はい、 OK で、また戻すときはこうと。でまた出すと、はい、ちょっと待って、これあれだなギアが正常に働いてないなこれ。はい、これ実は今あれなんですよ、こう壊れていくというか、初期不良のやつが何個かあって、でそれを直した状態で今レビューしてるんですよ。なのでその直してるシーンも最後にお見せするんで、ちょっとぜひそれも見てください。このギアの仕組みとかね、めちゃくちゃすごいんで、そこ分解して見てるんで、ちょっとそこら辺もね見てみてください。はい、この後にね流しますんで、はい、こうやって、で本来であればここもパカッとね、はい、閉まるっていう感じか。はい、でニャースはこれちょっと待って、金塊かこれ、金塊なのか。ニャースってまあなんかお金ってイメージあるけど、金塊なんだ。でもなんかまあ小判とかならさわかるけどさ、まあでもあれか、海外だと小判馴染みないから金塊っていうことになってんのかな。あれかな、海外でニャースのさ猫に小判とかってなんて翻訳されてるんですかね。今調べたら、猫に小判、アメリカだとペイデイ、給料日で、フランスだとジャックポット、なんかカジノとかでもう大当たりみたいなでお金いっぱい来るみたいなやつでしたまあ確かに小判っていうね字使われてなかったんで、まあさすがにまあ金塊、まあ確かに金塊なんでしょうな、きっと海外からしたら。まあっていう感じになってますね。ちょっとこのニャースも壊れてんのかな。ちょっと直すか。はい、こうですね。治った。おすげえ、治った、よかったよかった、治った。これではい、じゃああれだ、組み間違えみたいな感じだったんですね。うわ、よかった。でもこれ押す時に無理やりやるとまたギアがずれる可能性があるんで、これ優しくこうやって入れてあげる必要がありますね。うわ、よかったマジで。はい、うわ、気持ちいい、気持ちいい。いや本当に素晴らしいおもちゃなだけに、やっぱこういう初期不良みたいなのがあると、それを分かんないままね遊んじゃう人とかも多分いると思うんで、特にお子さんとかは、なのでちょっともったいないですね、そこは。はい、まあ、っていう感じかな。いやこれめちゃくちゃすごいギミックでしたよね。やっぱこうね、中国がねやっぱちょっとこういうので本気出してくると、ちょっとね、うわすげえっていうね、技術力に驚かされるなっていう感じですね。はい、でこの後はさっきのニャースみたいに分解を直したりとか、中の構造をちょっと見ようっていうね動画に移って終わりたいと思います。じゃあどうぞ。今ね取り出してみたんですけれども、これね見てください。この中に土台があって、それがここの面と同じぐらいまで上がってればいいんですけど、ちょっとこのゼニガメとか見てください。ちょっと下がってるやつとかあって、これ多分なんだろう、初期不良的なやつだと思うので、今ね遊んでみた感じ、うまくいかなかったんで、ちょっとこのネジとか外してちょっと自分でね調整していきたいと思います。この不思議種とかちょっとね、もうここね、こういうもうねこんな感じになっちゃってるんで、はい、ちょっと壊れてるというか、ね、初期不良のやつをちょっとネジねちょっと取ったりして、ちょっと直してみます。今分解してみたんですけれども、これギアの数すごいですね。12多分3で45678かな、8個ぐらいギア使われてるんじゃないかな。これすげえ、この構造
うわー、まあ、確かにね、こんなにギア使ってでこういうねすごいギミックねやろうと思ったらね、確かにちょっとね、普通のね工場の人が組み立てるの大変だろうなとは、まあ、思いますけれどもね、これ商品なんで、まあ、しっかりとそこら辺ねやってほしいところですよね。いやすごいな、この構造とかね、よく思いつきますよね。でこれを、まあ、直せるかってとこなんですけど、こうか、これでいいのかな。あ、来た来た来た、これだ。これで、ああ、治った治った。これでいいんだ。この最後までこのつまみを倒した時に一番上までここぴったりとね収まるっていう。ああ、でもこれ確かにまあ組み立てる人大変かもしれないけど、まあちょっと直すのも大変だからね、しっかりやってほしいところですね。はい、いやこれで多分治ったんじゃないかなと思います。ああ、ちゃんと簡単にね、はい、こうやって、まあ、若干なんかこうね、下がる時はあるけど、はい、なるほどね。これだ。このしっかりとモンスターボールのこの赤いとこがちゃんと後ろまでいってるかっていうのを確認するべきですね。ピカチュウもこれ大丈夫かな。はい。で EV も OK で、ニャースもこれただ下がってるだけか。だからまあ OK か。問題これですよね。不思議種が上まで行ってない。上までこう引っ張っても上まで行かないと。ニャースとかは引っ張れば上まで行くんですけど、上まで行かないので、はい、これも壊れてますね。じゃあこれも直していきましょう。OK、これで治りましたね。一番上に切ってここも行き切ってるっていうね感じですね。いやでもこれあれですね、ちょっとこうなんか無理やりグッてね手で押し込んじゃったりして、ギアの噛み合いがちょっとズルってねなっちゃったりした時とかは、これいいのかこれ。あれ待って、行き切ってるよな。まあいっか。はい。ちょっと子供遊ぶ時とかね、こうガッて押してそのままギアで変わる可能性もあるので、そこがちょっと難しいかもしれない。はい。いいのかこれ。本当に。あ、変わってる。行き切った状態で下になっちゃった。あ、こういうことが起こるわ。これ良くないですね。うわ、せっかく直したのに。この状態で引っ張っていけないかな。引っ張るのはいけないんだ。よし、やっとできました。これで OK ですね。後ろまで行ってる。で、はい、しっかり上まで来てる。いや、これ不思議だね。戻すとき、こう、丁寧にね、やらないと、ギアがずれるんで、はい。これで、あ、オッケーオッケー。バガって、こう、無理やり外れたりしないですね。で、開くときも、怖っ。オッケーオッケーオッケー。はい、これで治りました。うわ。いや、大変だな、これ。やっぱ、組み立てる人もやっぱ大変ですよ、こんな、ね。すごい、いろんなギアが詰まってたら。うわー、まあ、というね、感じでしたね。はい。ということで、今回の動画いいなと思った方は、ぜひ、チャンネル登録や高評価、Twitter、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。